はい、では、ランドクルーザー GR スポーツで、実際にオフロードの走行レビューを、したいと思います。早速、スタートします。さあ、じゃあオフロードに、これで入っていきますけれども、いやこれTNGA にフレームが一新されてるんですけれど、すごい特にリアの足のフィーリングがものすごいので、すごい滑らかに走れますね。普通もっとものすごい振動が車内に来るはずなんですけれども、かなりサスペンションがスムーズに動くので、すごく乗り心地がオフロードでもいいです。これだったらアウトドアでキャンプとか遊びに行って、ちょっと人が入ってないところまで行ってみようかなっていう風に言っても、なんか安心していけますし、疲れないんじゃないかなって思いますね。森の方に入ってきて、正面、これは深いですかね。はい、じゃあここで、ちょっとマルチ、テレンセレクトというものを、使っていきたいと思います。ここでこの MTS っていうのを選んで、このモードセレクトっていうので、モードが選べるんですけれども、今回この新型ランドクルーザーが搭載されたオートっていう路面を自分で選ぶんではなくて、さらに車が自動で制御してくれるっていうこのオートモードで1回走ってみたいと思います。では川の中入っていってみましょう。おお、結構な水深があります。当然これ水の下オフロードなんで路面も荒れててデコボコもしたりして、路面のミューも一定じゃないんですけれど、今このマルチテレンセレクトの制御が、勝手にタイヤにトラクションがかかるようにコントロールしてくれてるので、僕アクセル一定で今実は踏んでるだけです。なのでこういう狭いところ入ってても全然なんていうんですかね、足元に気を取られずに運転できるので、すごい運転してて楽ですね。でこっからなかなかのモーグル路面です、ね。これはね結構大変じゃないかなと思いきや、なんかすごいな、全然普通に登れます。これ多分EKDSS っていう新しいサスペンションの制御機構が入ってるんですけど、これがすごく大きく効いてると思います。今みたいにこう逆走でデコボコするようなシーンでもしっかり足が伸びてくれるので、タイヤが浮いちゃわないんですね。でタイヤが地面についてるっていうことは、アクセルとハンドルでしっかり車をコントロールできるっていうことなので、すごく安心感もありますし、ものすごい走破力ですね。でこれまでもランドクルーザーってすごく走破力が高かったんですけれども、それにプラスアルファしてこんな場所でもなんか快適に感じるっていう、ここにすごい進化を感じるし、普段こうオフロードを走ってた僕たちからするとなんかすごい違和感に感じるぐらいです。でこっからがいよいよものすごい急坂なんですけど、クロールコントロールっていうのをちょっと使ってみようと思います。でこれ何かっていうと、足元ブレーキとアクセルの操作は一切しなくてよくなるための制御です。なのでドライバーもハンドルだけ触ればいいというもので、今僕これ外します。はい、もうこれで足何にも動かしてないです。こういう狭い下り坂大丈夫かなっていうところだけでも自動で車がスピードをコントロールしてくれます。なのでハンドルだけに集中することができますね。でこれもスピードが何パターンかこう選んでいけます。シーンに合わせてゆっくりだったりちょっとスピードを上げたりなんかもできますけれども、自動で、当然ブレーキがかかるので、そのブレーキの音が聞こえるんですけど、これもかなり今までのランドクルーザーに比べたら静かになってます。結構路面が荒れてるんでこうハンドルが取られたりする、キックバックがあるんですけれども、嫌な大きなキックバックはうまくいなしてくれつつ、走ってると別に決してふにゃふにゃなわけじゃなくて、ちゃんと応答感というかこう手応えもあって、なんかこのステアリングのフィーリングがものすごくいいですね。はい、では山を降りてきました。いや本当にステアリングの感触もサスペンションもいいんで、
全然疲れないな。で今からこう砂の路面の中に入っていきますけれども、ここから路面がルーズになってくるので、マルチチェーンセクトオートモードではなくて、サンドっていうバージョンがありますので、そのサンドを試してみたいと思います。なんかこれ今まで、1個前のランドクルーザー200だとサンド&マッドっていう形だったんですけど、サンドとマッドがこの新型から独立しているので、おそらくより制御が細かくなってるんじゃないかなと思います。でね、これかなり細かいコブがあって、いけるかなとか見えないかなっていう風に皆さん心配になると思うんですけど、僕たちラリーやってる時っていうのは遠く見て近く見て遠く見て近く見てってやってて、この視覚っていうのは頭の中のイメージで走ってるんですよ。もう先に見ておいて、こうなってるはずだからここは通れるはずだっていうことを想像でやってるんですけど、その想像の世界をことをなんと車がやってくれます。これすごいですよ。車の下まで見えるんですよ。なので、うわどうしよう見えない、いけない、いけるかないけないかなっていう時にここ見ればもういけるかいけないか一目瞭然。まさしくラリードライバーの目を車が担ってくれると。そうですね。はい、今かなりちょっとルーズなところに入って動くの大変になってきたんですけれども、ここでですねデフロック、これを使ってみたいと思います。でこの車は4輪駆動なので、デフがフロントセンターリアとあるんですけれども、この、新型、ランドクルーザー GR スポーツでは全てのデフをロックすることができます。でこれによっていわゆるタイヤが空転してしまうようなルーズな場所でも、かなりの、走破力を出すことができます。で今ちょっと動くのが大変になったんですけれども、センター入れただけでも出れちゃうかな。はい、では行ってみましょう。これでもスムーズに動きますね。はい、でさらにフロントとリアも入れていってみたいと思います。これで今全てのデフをロックしたし、うわすごい、もう一瞬で脱出できる。これはすごいな。で実はちょっと今週ずっと雨が降ってて相当路面がルーズなんで、今から行く泥がちょっとさすがに行けないんじゃないかと思ったんですけど、このデフロックの走破性をもってすればいけるんじゃないかと思うので信じて行ってみます。いやーさすがにちょっと難しいですかね。ちょっと止まってしまいました。はい、ではマルチテレンセレクトの、マット、そして全てのデフロック、今この路面において最強と思われる状態では行きましょう。おーすごい進んでる。今これすごい空転するんですけれども、車の制御でこのブレーキをつまみながらちゃんとトラクションがかかるように前に進めてくれたので、なんとか脱出することができました。ではここからちょっと普通の路面に戻るので、デフロックをオフにします。でもう一度、マルチテレンセレクトをオートにして、走っていきたいと思います。でこの EKDSS の機構でかなりサスペンションが伸びることによってタイヤが浮きづらくてかなりのアクロ走破性があるという言い方をしたんですけれども、この機構のもう一ついいこととしてこれによっていわゆる路面の凹凸をすごくスムーズにいなしてくれます。なのでオンロードで走っても実際本当に平らなところって多分少なくて、現実には路面の継ぎ目だったり工事で舗装が直してあったりすると思うんですけれども、そういうところですごく滑らかだと思います。振動が室内にほとんど来ないので、多分長距離そういう道を運転しても疲れないんじゃないかなと思いますね。怖い
一周してきました。ランドクルーザーなんで、絶対的な僕もラリーで走ってきたんでこれいけるだろうっていう自信はあったんですけども、なんかこの新型乗ってみてそれがものすごく楽にできる。で今までだったらさすがに無理だろうっていうところもこの新型だったらいける、そんな感覚を持ちました。はい、今走行を終えたところですけども、いざという時に、これだけの路面が走れればすごく安心感あると思いますし、あと、乗ってる時にも言ってたんですけれども、本当に日常のオンロードの中でも、それが運転する疲れにくさだったし快適性につながっていると思いますので本当に乗りやすい車だと思います。